はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。ちょっと今回はね、いつもと違う場所からお届けしたいと思います。早速いきます。ちょっとカード見えにくかったらすいませんが、カードは全部最後にですね、写真を撮って私のホームページの方で上げていますので、もしご覧になりたい方は概要欄からホームページの方を飛んでいただくと獅子座さんのところに出ていますのでご覧ください。では行きます。お願いします。カップクイーンですね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月前半です。ジャスティス、すいません、カード見えないですね。ジャスティス、そしてカップ9逆、カップ10逆、ソード4逆、ジャッジメント、カップナイト、すごいね、ペンタクス10の逆です。対策や気をつけることは、女教皇の逆とタワーとオラクルはデビル。もう濃い、本当に濃い。いや、星で見ててもね、ちょっとすごい時だなと思っていたんです。いかがでしょうか。6月の後半の時にちょっとペースがゆっくりになってくるかもしれませんねっていう話をしたと思うんですが、実際今どんな感じですかね。6月末もしくは7月頭、こう星で見ると獅子座の皆さんってものすごく頑張りたいっていうね意識あると思うんですけど、少し今まで頑張ってきた疲れっていうものがちょっと出やすい時だったりするんですね。で、おそらくそれでもね、すごく真面目に頑張ろう、ポジティブに頑張っていこうみたいな感じで、こう自分なりにいい面を見て一生懸命自分を整えてやってきたと思うんです。それはね、ものすごくうまくいってます。ものすごくうまくいってます。ただ無理してでも頑張った疲れとか取りきれなかった感情だったりとかっていう何かがちょっと残ってて、それがちょっと積もり積もって今ちょっと疲れたなみたいな感じになってるかもしれません。でもご自身ではね、いや本当は実は疲れてるんですっていうのがあったとしても、でも現状はうまく隠してるというか、ものすごくうまくやってますよ。この状況を捉えたり、他者に対しての対応もそうだし、なんかバランスよくねうまくやってますっていう感じがすごく出てますし、その功績っていうか、そのうまくやってきたよね、バランスとってやってきたよねっていうのはすごく出ています。なので状況はちょっと落ち着いてきたんじゃないでしょうか。何かを無理に頑張るっていうよりも自分がもうそこに触れなくてもいいっていうような状況になっていて、一応問題は回避できてるんだけれども、自分の感情だけがまだなんとなくくすぶっているみたいな感じかもしれません。でもすごくここまで頑張った結果は今の状況の中に出てますよって感じで言われてます。これまだ私から見ると逆位置なのでね、ご自身ではそこまでいいって感じられていないと思うんです。だけどまあなんていうんですか、この状況の中で考えたらもうベストな対応しましたよねとか、この状況ではよくここまで頑張りましたねみたいな、本当にもう最高のパフォーマンスができて、その上で成り立ってる今の現実があるよというふうに言われているので、ご自身ではすごい頑張ったからこれが最高と思えないかもしれないんですけど、いやすごくいい状態ですよって言われています。そして今この瞬間はちょっとね、7月後半までは少しお休みしてもいいぐらいなんです。で、何を手放したいかをぜひ選んでもらいたいなって思います。で、7月の2日以降、もうすぐにですね、こう水星という水星がね獅子座に入るので、ご自身が今まで考えていたことをもっと具体化していこうとか、じゃあこうしよう、じゃあああしようという形でなんか企画を立てたりね、楽しいことを考えたり方法を考えたりっていうのはすごくやりやすくなってくると思います。ただ実は体は疲れているんだけど、頭で一生懸命考えて義務で動かしているっていう状態をちょっと今は緩めてほしいみたいなのがあるんですね。本当に体が疲れたら休んでほしいし、ちょっとくすぶっていた感情があるなら、それはもう流していくっていう形にしていってください。そうすることでね、本当にすっきりと復活します。
復活してます、すぐに。これおそらくもう7月2日過ぎたらすぐに3日ぐらいになっても、なんかね、新しい希望が見えてきたみたいな感じかもしれません。そして、いわゆるその企画を立てるとか、何かレジャーでもいいですし、ビジネスでもいいです。何でもいいんですけども、何をどうしていこうかっていうのがすごくクリアに考えられるようになって、それを考えて、ああしてこうしてってやってる時が楽しいみたいな感じがすごくあるんですね。で、その感覚でやっていくと、周りも反応したり、あ、そうだよね、いいよね、みたいな感じですごくいい反応が来る。周りからいい反応が来たり、優しくしてもらったり、その案を受け入れてもらったりとかして、すごく豊かな感じがあります。そして、最終結果もね、ペンタクスの10ということで、私から見るとまだ逆ですけれども、非常に恵まれた状況があるよっていうふうに言われているんですね。で、これはおそらく、一つのことだけじゃないんです。いろんなことをやりながら、あっちも整える、こっちも整えるということで、複合的に何かが整えられていくっていう感じがします。複合的に。家のことだけとかじゃなくて、家も片付いてきたし、なんだったら人間関係も落ち着いてきたし、仕事もなんかうまくいってきたみたいな、そういうなんか全体像が全部底上げされるみたいな感じかもしれません。でね、こんなになんか濃いカードがね、いっぱい出てるんですよね。もう10のカードが2枚も出てる。その中でですよ、オラクルがデビルってどういうことって感じなんですけども、これは非常に重要なメッセージだと思います。今星で感じてる私のメッセージとしては、本当に今この7月6日が新月なんですけど、この新月の時に自分が本当に手放したいものは何なのかっていうことをご自身の中で感じて、それをぜひもうね、もういいです、もういらないです、この感情いらないです、こだわりもいりませんっていう形で、本当に何を手放したいのかを強く7月6日新月の時に意図していただきたいんです。で、意図したらそれを手放すような状況が生まれてきたりするんですね。その時に自分でまた戻らないように、いやこれは手放せってことだみたいな形で意識的に手放していくようにして、こだわりを捨てていくようにしてみてほしいんです。そうするとさっき言ったみたいなものすごく楽しい幸せな複合的な豊かさがあるっていう感じがするんですね。で、対策として言われているのがこのね、女教皇とタワーということで、女教皇のカードっていうのは白か黒かみたいな、すごく考え方が極端で、もうこれを続けるのかやめるのかみたいなね、そういうなんかダメならもうやめてしまうみたいな、すごく極端になってませんかっていうお問い合わせもあります。で、もしかしたら物事ってそんなに極端に決めてしまわなくても対策ってあるかもしれないし、はっきりしない状況だからこそうまくいくこともあるかもしれない。はっきりしない状況だからこそ豊かさを感じられるっていうこともあるかもしれないけど、自分が安心したいがために物事を白黒はっきりさせたいみたいなね、こともあると思うんですけど、そこにあんまりこだわらなくてもいいよっていうメッセージかもしれません。で、もう一つやっぱりこのタワーっていうのは大きな気づきなんですね。もう雷に打たれるかのようなひらめきとか気づきとか、うわそうなのみたいなのもあるし、もうこれは壊せってことだなみたいなものがあったら、それは本当にいいヒントなので、もうなくしちゃってください。それを意識的にね、この前半で作っていただいたらいいんじゃないかなと思うんです。7月の6日、7月入ったらもう2日ぐらいからもうどんどん思考クリアになってきますから、その中でご自身の可能性を膨らませていって、何がいいのか何がもういらないのかを見ていって、そして7月6日の新月の時にこうしますと、もうこれいらないですって決めてもらったら、何かを手放していくような状況になり、そして本当に自分がこだわっていたものや気になっていたものからようやくね解放されるよというふうに言われてるんですね。本当に解放されるかどうかっていうのはまだわからないですけれども、でもそれが今一番際立ってるよってことなので、一番のメッセージは現実的な、ちょっと補佐カードを出していいですか現実的な状況ではなく、自分の意識の状態の意識の状態のなんかクオリティの高さみたいな、何を言ってるんでしょうね。ちょっと待ってくださいね。現状がどうかという何かをここに収めるとか、これはこうするっていう現状をうまく収める形ではなくて、
自分の意識の中でこだわっていたものや何かを捨てて、自分の意識の中やハートの中にスペースを作るっていうのが一番の目的です。補佐カードで引いたのがペンタクルスのエースなんですね。ものすごくいい可能性を秘めています。自分がそのスペースさえ作れば、こうもやもやとした思考癖が晴れれば、いくらでもね出てくるよっていうことなんですね。強いメッセージですね。まあもう7月の後半に入ってきたらお誕生日迎える方も出てくると思うので、そうなってくるとより一層またね、動きが強くなったり、運が強くなるので、それまでにね整えておきましょうみたいな感じです。そしてご自身ではもういいやみたいな感じで手放すとしたとしても、全然他者から批判されてないんですよね。全然批判されてない。要するに自分の意識の中だけで何かを守らなければみたいに思っていたけれども、もうそれ手放していいよってことかもしれないのでね、ちょっとこれを踏まえた上で仕事のことを見させてください。お仕事で何か考えているのかな。ちょっとね見てみますね。吊るし人と予定とペンタクスのナイトですね。まあそうですね、ものすごく2つの可能性がやっぱり秘めてるなっていう感じがします。やりたいけどできないとか、だけどこれはすごく楽しいんだとか、何かとってもすごく好きな仕事なんだけど、この仕事だったらなかなかお金がたまらないなとか、もっと頑張りたいけど任してもらう仕事が少ないとかっていう、なんか喜びとそれに対しての制限や忍耐っていうものがなんかセットになっていて、そこでのストレスを感じてるんだなって感じはあるんですが、でもね、ちょっと角から感じるのは、たとえ自分が忍耐を持ってやらなくちゃいけないこととか、動きたくても動けないみたいな状況があったとしても、それも素晴らしい経験。そして自分が本当に好きなんだよねとか、これ楽しいんだよねと思うことをできるっていうことも素晴らしい体験。そして時間をかけてゆっくりと自分のやりたいことを見つけていったり携わっていったりすることも素晴らしい経験ということで、結局どこをとっても最高じゃないっていう感じなんですけれども、それをご自身がいやいやこれはもっと早くやるべきだとか、もっとこれはこうしなきゃいけないっていう、先ほど言ったみたいな何か状況を自分の納得する形に収めなければいけないって思うと苦しくなるけど、もしかしてこれはこれでベストなんじゃないかと思ってみたら、ものすごく不確かな状態の中での豊かさっていうものを仕事を通して感じられるよというふうに言われています。それがメッセージだと思いました。現実的なことじゃないんですけどね、ちょっとこれは。ちょっともう一つ人間関係見てみたいと思います。ストレングス、死神逆一番ちょっとあれなんですけど、ペンタクスの9ということでいいですね。なんかこの7月前半、獅子座の皆さんものすごくいいブレイクスルーが起こりそうですね。まあ意識の上でのブレイクスルーが起こるんですけど、人間関係で見た時にやっぱりストレングスが出てるっていうのは、本当のね自分の良さ、責任感があるとか、情に熱いとか、世話を焼いてあげられるとか、いろんなそういう自分の持ってる素質っていうものを出したくても出せないみたいな、なんかそういう感覚があったかもしれないんですけど、遠慮なく出してくださいって感じがします。そして自分が人に対して関わっていくやり方も、もう死神の逆位置ということで、何かやり方変えていくんだなっていうふうに思います。でもう一つペンタクスの9っていうのは、自分にとって本当にいいという道を信じてそれを掴んでいくしかないんだって感じがするんですね。なのでもしかしたら人間関係の中で自分が本当に関わりたいけどなんか関わりづらいなとか、ちょっと遠慮してるなっていうところをもっとズバッといくとかですね、もっと自分にとって有益な関係になれるように自分から積極的に動いていくっていうのができそうな感じがします。どれもものすごく強いんですね。仕事で見ても全体で見ても人間関係で見てもめちゃくちゃ強いので、おそらくこの強いエネルギーっていうのはそれだけプレッシャーとか不安もあるかもしれないですけれども、この時期に経験することっていうものが自分自身をすごく強くするし、
この自分自身のこれからの未来に対してすごくなんかいい変換器として使えるなと思うので、本当に一番は自分がとらわれていた思いに気づいてそれを外していく。そして自分が持ち合わせている最大のエネルギーで他者を愛していく。仕事もそう、自分自身もそう愛していくみたいなことをやっていただくと本当に最高の半月になると思いますということで今回ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお寄せいただけると嬉しいです。また次回ね、7月15日までにアップしたいと思うんですけど、もしこんなこと聞いてみたいみたいなのがあればコメントでぜひお寄せください。それも踏まえてお答えしていきたいと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。ぜひ豊かな7月前半をお過ごしください。失礼します。